こんにちは。今回は四角モチーフを紹介します。コースターにもなる大きさがありますので、コースターにも使います。編み方を編み図で説明します。全体の編み図です。1段目、2段目、3段目で四角いモチーフにします。最初は鎖編み5目の輪の作り目に鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編み1目を編み、鎖編み4目を編んで、次は長編みを編みます。輪の中に長編みを編み、鎖編み1目を間に入れながら、輪の中に長編みを編んでいきます。長編みは、1、2、3、4、5、6、7回編んで、鎖編み1目を編んだら、最初の鎖編み3目に引き抜き編みをします。そしてもう一回隣の鎖編み1目のところに引き抜き編みをして、この位置に移動します。2段目はここから編み始めます。今回は極太のコットン糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目を作ります。鎖編みはここから5目編みます。5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。引き締めておきます。次は立ち上がりの鎖編み3目と間に入れる鎖編み1目を編んで、鎖編み4目を編みました。長編みを輪の中に編み入れます。鎖編み1目を間に入れながら輪の中に長編みを7回編みます。間に鎖編み1目を入れて長編みを編みます。長編み7目ができました。鎖編み1目を入れて、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、これで1段目ができました。2段目のために隣の鎖編み1目のところにもう一回引き抜き編みをして移動します。次はここから2段目を編み始めます。編み方を編み図で説明します。次の2段目は玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編みとします。同じところに未完成な長編みをあと2回編んで、これを一つにまとめて長編み3目の玉編みとします。鎖編み5目を編んで、次の鎖編み1目のところに未完成な長編み3目を編んで、一つにまとめて長編み3目の玉編みにします。鎖編み5目を間に入れながら、1段目の鎖編み1目のところに玉編みを編みます。玉編みは全部で8個編みます。8個の玉編みを編んだら、最後の鎖編みは鎖編み5目ではなく、鎖編み2目を編んで、次は長編みを編みます。最初の玉編みの頭に長編みを編んで、2段目が終わります。長編みは鎖編み3目分の長さがありますから、ここも鎖編み5目と同じぐらいの大きさになります。これで2段目が終わります。次は2段目です。2段目は引き抜いた鎖編み1目のところから編み始めます。玉編みを編みますから未完成な長編みを編みます。
最初は鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編み1目とします。針に糸をかけて同じところに針を入れて、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、ここまでが長編みの未完成な形です。これをもう一回作ります。2本の糸だけを引き抜いて、長編み2目の未完成な形と、鎖編み2目で未完成な長編み3目ができたことになります。これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みとします。鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み1目のところに未完成な長編みを3目編みます。これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みができました。鎖編み5目を間に入れて、次の鎖編み1目のところにも長編み3目の玉編みを編みます。これを一つにまとめて、玉編みができました。間に鎖編み5目を入れながら、ここまで全部で8個の玉編みを編みます。玉編みが8個できました。最後の鎖編みのところです。最後だけは鎖編み5目を編むのではなく、鎖編み2目を編んで、次は長編みを編みます。長編みは最初の玉編みの頭です。立ち上がりの鎖編み2目の、その次がこの玉編みの頭ですから、ここに針を入れて、糸を2本拾って、長編みを編みます。これで2段目ができました。次の3段目はここから編み始めます。編み図で説明します。次は3段目です。2段目の最後で鎖編み2目と長編みを編んだところから、次は細編みです。細編みは立ち上がりの鎖編み1目を編まずに、直接ここから細編みを1目編みます。次は長々編みを編みます。2段目の鎖編み5目のところに長々編みを5目編み、鎖編み3目を入れて、同じところに長々編みを5目編みます。これで角ができます。次は細編みです。次の鎖編み5目のところに細編みを編んで、角が1つできました。これを繰り返します。細編みを編んだところから次の鎖編み5目のところに長々編み5目、鎖編み3目、長々編み5目を編み入れて、次の鎖編み5目のところに細編みです。これを繰り返して、最後は最初の細編みに引き抜き編みをします。ここから3段目です。3段目は細編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編まずに、ここから直接細編みを1目編みます。次の鎖編み5目のところに長々編みを編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、鎖編み5目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜き、そしてもう1回2本の糸を引き抜いて、3回2本の糸を引き抜いて、長々編みを編みます。あと4回同じところに長々編みを編みます。2本引き抜き、2本引き抜き、また2本を引き抜いて、長々編み2目ができました。
これをあと3回編みます。長々編みが5目できました。鎖編み3目を間に入れて、同じところに長々編みを5目編みます。長々編み5目、鎖編み3目、長々編み5目ができました。次は隣の鎖編み5目のところに細編みです。これで角が1つできました。この角をあと3回作ります。次の鎖編み5目のところに長々編み5目、長々編み5目を作り、鎖編み3目を編んで、同じところに長々編み5目を編みます。同じ鎖編み5目のところに長々編みを5目編みます。長々編み5目、鎖編み3目、長々編み5目を編みました。次は隣の鎖編み5目のところに細編みです。これで四角の半分ができました。こちらも同じように四角の角を作ります。四角の角が4個できました。長々編み5目を編んで、次は引き抜き編みをします。引き抜き編みをするのは、最初に細編みを編んだところです。2段目で鎖編み2目と長編みを編み、そこに3段目で細編みを編みました。この細編みの頭に引き抜き編みをします。そしてこの糸はこちらから後ろに回して糸始末をしてください。長々編み5目で角を作る四角モチーフができました。長々編み5目で最後の角を作る四角モチーフを紹介しました。コースターとしても使えます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。